さあ菅原さん、はまあここのところちょっとい。雨がちですが、はい。まあ間もなく梅雨も明けて夏になるとうん。いうところで、もうこの番組もですね、まあ一応3ヶ月をワンクールっていう感じであっという間だったね。あっという間ですね、うん。テレビ的に区切ってはおるんですが、まあね、本当いろんな方のおかげで、いや本当だよ。ね。うん、視聴者の皆さんからもいろいろな本当ですね、温かいメッセージをいただいて、ようやく2クール目を本当ですね。迎えることができました。でももうちょっと若干自信になりますよ。この何ですか、映えるギャルなしおじさん2人のね釣り談義って別いうに実況シーンがあるわけでもなく、なくどうだっていうぶつ持ちがあるわけでもなく、もうなんか子供の頃からの釣り話から始まってね、ふるさとの思い出とか、そうですね、中学高校時代の釣りの話とかね、最初日記から始まりましたね夏休み日記な。はいただでもなんか思うのは、やっぱ物って取っておくと、なんかいろんな記憶が蘇りますし、なんかいいもんですねって思ってます本当。で一つ思い出すとさ、それに付随してもう芋づる式っていうの、いろんなことがこう出てきますね。蘇るじゃん。はい。だから見てもらってる方々にも、本当ほらテレビだったらちょっと話を整理するじゃないですかこっち行ったら戻したりとか。そうだよね。多分今までも行ったまま帰ってきたような話がもしかするとあるかもしれませんが、まあまあそれはそれとしてこの番組の良さかななんて勝手に思うようにしてますね、はい、もう刑事上から刑事課まで幅広くあっち行ったりこっち行ったり。そう行ったっきり普通ね、伏線戻すのが僕的な役割の仕事なんでしょうけど、ごめんね。いやいやいいんです。もうフラグ立てておいて回収するっていうのが多分テレビの基本なんですよね。でも立てっぱなしで置いていくっていうのもまあいいんじゃないですかって。もうね、渡辺崋山からイノシシまで。そうですねだって聖徳太子ですよ。聖徳太子もそうだよな。飛鳥時代まで行ったからね。飛鳥時代、奈良時代ですからねそうまあまあそんな感じで、ちょっとまた新たに、まあ今からね、収録時は夏の時期になりますが、菅さん今回のものを目の前にドカーンといますけども、この人は懐かしい匂いしてますね。開けてみようか。いきますか。この番組はご覧の仲間の提供でお送りします。あのさ、このシリーズのもう最初の頃にそのシェイクスピアのタイニートピードみたいなスイッシャーのちっちゃいやつ、俺が小学生の頃に、トップウォータープラグで初めてバスを釣ったっていうやつを見てもらったじゃん。で昔小中高って俺どんなルアー使ってたかなと思ってで考えてたね、あ、そういえば1個タックルボックス開けてなかったなと思って、で上の棚からねタックルボックスを下ろしてみたのよ。それがこのバケットマウス。バケットマウスでね、これさ、俺当時は全然そんなこと気にもかけなかったんだけど、これ名宝なんだよな。すごいですね。名宝ってすごいな。こんな時からでしょ。だからそのいわゆるほらアムコのさ、こう両開きのパカーのタックルボックスがね昔からあるけれども、それと似たような感じで、この名宝さんはこのバケットマウスっていうのを作ってたんだね。でもうしらっちゃけちゃってさ、色が落ちてるけどこれタックルボックスのステッカー。そう、これここにタックルボックスのステッカーが、そう、これは後々、要するにこれはもう俺が大学時代に多分貼ったと思うんだよ。一番タックルボックスさんの初期のステッカーなんだけど、シーラカンスですね。シーラカンス、もうフリーウェイが編集してたね抜粋専門の雑誌で、まあ、抜粋っていうか、まあ、初期の頃は結構ルアーいろいろ扱っててね、そのトラウトなんかも扱ってたけども、
そのステッカーをここに。いいですね。これだから大学になってから貼ったの。でさ、開けてみようか。開けますか。これどういう方向？もうそのまま。こうそうですね。こっちのカメラに合わせましょうか。こっちのカメラにこうしましょうか。はいはい。こうやって開ける？はい。どうぞ。このお、スメルが懐かしいです。香り、これ何の香り？プラスチックだと思うんですよね。これおそらく可塑剤のなんかこうもう劣化した懐かしい匂いしてますね。これ多分分かる人には分かりますよ。これさ、昔のプラグ必ずこの匂いしない？しますね。特にフラホッパーのケツとかね。懐かしいなこれ。もうおっさんのいい匂いしてますよ。これ映像コンテンツで伝えようっていうこの懐かしいもん。この人絶対匂ってますねこの人ね。いやいやさ、こう今ちらっとお話出たけどフラホッパーいますね。これさ、もうテールのさ溶けてる。わかるよね。わかります。これテールにさついちゃうんですよね。そうこういうねスカートがついてるんだけど、もうそれがさって取れちゃってるっていう。確かにね、時代的にシリコン少ないですからね。そうゴムですもんね。そうプラスチックが。でゴムってこう重なり合わせておくと、どんどん劣化してボロボロになって剥げていくというね。メドウさんもいるじゃないですか。メドウマウス。これがじゃあ中古。そうメドウマウスでしょ。懐かしいですね。でね、これザラマウスラトリンマウスっていうかザラマウス。はいはいはい。これウィジョですよね。本当だ。火がついていいですね。これでも当時の小中学生にとってはもう宝箱ですね。そうもうだからお年玉とかさ、いや本当ですね。握りしめて佐藤釣具店に走り。そうか。これはじゃあもうほぼほぼ佐藤釣具店だよね。たっぷり。俺いわゆるほらオールドルアーのコレクション趣味とかあるわけじゃないからさ、だからもうなんていうの、これ釣れるかなって言って使ってた当時のでね、俺ほら高校になるとさ津久井湖とか行くようになるじゃん、横浜線利用して橋本まで出て、橋本からバスで御影行きのとさ、大抵津久井湖ってそのガレ場が多い、こう V 字峡谷の急峻な湖じゃん、ゆえに着水して巻き始めると割とすぐに先行する、垂直にこう近い形でダイブしていくルアーを、それまでほら小中学生の頃って相模川の砂利穴でしか釣ったことないから、そういう、リザーバーに行くようになって急速先行するその、ディープダイバーというね、系を使うようになるのよ。で俺はこの当時一番よく使ったのはこのウォータードッグ。確かにそうですよね。ボートからのねアプローチにもなりましたしね。そう、まあゆえにダイジャーとも合っちゃうんだけどさ、そうウォータードッグで後年ね、同じ色見つけたから、買っとこうと思ってもう一個箱付き、そうこれボーマーだよね、それとねもう一つはこのウォータードッグ以外はこのボーマーベイト。これもほらでかいリップで水平リップでこう潜ってでね、グリグリってダイブさせてボトム一回ポンってノックしたら止めとくのよ、と結構なその浮力がこれ強いので、結構そのままヒューってこう上がってってポンってこう水面に浮かぶんだ、で数秒してちょんちょんってこう水面で動く、トップのようにねポンちょんちょんって動かすとそれにガワッて出てくるっていう。たまらんですね。そうこれがね俺ボーマーベイト。ボーマーね、懐かしいですね。ボーマーシリーズでしょこれ。そうなんだよ。この辺りとかあとね
スピードシャット、もういい色が使っちゃってレッドヘッドしか残ってないんだけど、このスピードシャットをよく使ったな。これ確かに日本のベイトサイズって感じですね。でしょ。こんなのとかね。そう、ダブルスイッシャーはこれ。これさ、目が死んでる目だったので、俺自分でえぐってなんかつけちゃったんだけど。いいですね、そのヒートンもね、ヒートンというかそのカップがいいですよね。こういう作りね。難しいですよね。そう。これはシェイクスピアのほらタイニートピードあったでしょ。あれの仲間のラッキードッグスだかな。ジョ系です。そう。もう雨が降った。だから今ちょうどそうですね。雨のこの時期だよね。でポッパーはこいつ。まだお尻残ってますね。そう。これはこれ触ると分かんない。触ってみ。パサパサですね。ゴムじゃないんだよ。本当だ。ちょっとサラサラ素材のさ、これよく考えてんなと思うんだけど、これはトラブルメーカーっつうんだけど、後にほらポップ R が流行るレーベルのじゃん。だけどその前にこのトラブルメーカーを俺は使ってた。ちょっとこのカップも斜めですね。でしょ。これ。ポップ R っぽい、確かに。でしょ。でケンケンフックでさ、こんなのとか。ケンケンフックって久しぶりに聞きました。ケンケンバリって久しぶりに聞いた。確かにケンケンバリですよ。ケンケンフック。ゆえにこういうなんか障害物があっても引っかからずに乗り越えるっていうね。そう。この辺りだな。いいっすね。この匂いをお伝えできないのが本当にもったいなんか残念なんですけど。そう。あとさ、ちっちゃ可愛い。ジャリアナでさ、カエルっぽい色好きですね、やっぱね。そう、やっぱほらジャリアナが当時のデビューじゃん。いいですね、いいですね。このジッターバグのこのタイニー的な各サイズあんだよね。なんでこれわざわざあんな、しかも結構細かく刻んでますよね。でしょ。不思議です。大差ねえじゃんと思うんですけど、大中小でよくないと思うんですけど、でもやっぱりさ、そのもともとのそのサンフィッシュ科のフィッシュイーターの種類がアメリカって多いじゃん。多いですからね。ウォールアイもいればね。そうでしょ。だからブルギルもそうだしさ、いわゆるパンフィッシュ、いわゆるバスですからね。何種類かいますからね。でもそれがその俺が大学へ行くとノイケ軍が多かったので、ギルがいっぱいいるさ、とこいつらでやるようになるのよ。ジュボッとがこのちっちゃいジッターバグとかね。詰まってますね。で俺懐かしいなと思ったのはこれなのよ。実はさ、このケースちょっとちっちゃい、かわいい。すごいだろ。ヘドンさ、これスーパーソニックのちっちゃいこんなやつとか、これを要するに俺さ、大学にヘビータックル、要するに大阪だったから、重いタックル持ってってないわけじゃん。例のキラックのテレスコピックパックロッドと、あとフライロッドぐらいしか持ってってないじゃん。だからそのブルーギル相手とかコバス相手だとこの手のプラグなのよ。でその中でね、俺すげえなと思うんだけど、オリムピックのこれなんすか、そのジョインテッドミノ。すごいだろ。すごい。いや、初めて見ました僕それ。本当。これね、オリムピックのインチビックっていうルアーなんだよ。これさ、今そのちっちゃいミノを渓流でやるのすごい流行ってるけど、もう当時すでにオリンピックさんはこんな、そう名前がインチビックって言うんだよ。すごい。インチサイズで、しかもジョイントになってるのすごくない？しかもメタルリップなんですかそれ。そう。はあ。すごい凝りようでしょ。だからいわゆるさ、そのアメリカンルアーのどちらかっていうとその大味な感じじゃなく、
これ今改めて見るとさ、すごいです。日本のその匠のでしょ、職人技な感じがします。でしょ。これでちっちゃいの作ったらきっと渓流で釣れたでしょうね。ヤマメとかニジマスとか釣るのにちょうどいいぞと思ったり、当時のオリムの人たちが多分考えて作ったんだと思うんだよ。俺これすごいですわ。初めて見ました。あ、本当、はい、これだからギラクのテレスコピックバックロードとか、あるいは例のクローズドフェイスリーグでピューと投げてで使ってた。でね、俺いくつか持ったの。はいはいはい。これね、釣れるから、釣れそうです。佐藤釣り具店と、はい、それともう一軒厚木の後藤釣り具店と、はい、はしごして買った当時。佐藤から後藤に。そう。すごい。台湾の台湾じゃないオリンピックのインチビック。確かにそれはあれですよね。現代のちょっと繊細なタックルで使ったらもっと面白いでしょうね。そう。言うても気楽のときっと感度とは無縁ですもんね。だから多分今使ってみたい。今これで渓流でそれこそヤマメとかね、卵とかそういう小さいのやるのにやれんじゃねえかなと思って。ちっちゃいプラグってすごいですよね。すごいよな。これからそれこそ5年10年経つとさ、リアルミノーがバーッと出てきますよね。世の中出てくるようになるじゃない。本当その前夜というかさ、そうでしょうね。すでにこのちっちゃいミノーを作ってた人たちがいるんですね。でその一方でね、これ知ってる？バスバード。懐かしい。バスバードはね、僕の言ったキャッツかなんかのね、多分売れなかったと思うんですけど、福袋に入ってました。そう。はい。これね、実を言うと、本当釣れないんだよ。ですよね。でももう企画がさ、もうネタですよ。ネタルアーですよね。だよな。でさ、こう投げんじゃん。で、首ろくに振らないのよ。で、ひょひょひょって言って。最初に立ち木とかあるとさ、この翼がガッと引くってさ、動かないっていうさ、バスバードで、これバスバードカンパニーっていうところが作ってんだよな。へえ、すごっ。確かでバスバードカンパニーはこれしか多分作ってない。会社名にそれ入れちゃったぐらいですからね。懐かしいですね。またフッキング悪いんですよね。そりゃそうだよね。こんな大きな天使の翼みたいなのがついてんだから。翼を早く授かってしまったんだな。ね、懐かしいです。懐かしいよね。ミノーでもないクランクベイトでもないルアー作る人たちってすごいですよね。たまにあるじゃないですか。これは何のタスマニアデビルとか、不思議だなと思うんです。タスマニアデビルは釣れたな。タスマニアデビル釣れるよね。あれは釣れますね。それこそなんだろう、湖のキャスティングとか、俺洞爺湖ででかい桜マス釣った。あと銀山湖でもよく使った時期があった。でタスマニアンデビルってさ、こういうイカのようにね、真ん中に芯があるでしょ。あそこにね、縦長にね、アワビあったりなんかして。いやもうね、物がないのにちょっと話振っちゃって申し訳ないんですけど、まあいつか出てくるのかな。タスマニアで。でもあれはメールは出てくる。何で思いついたんだろうなって、ああいうやっぱルアー作る人に聞いてみたいな。でね、翼の小さいやつでコブラっていうのもあったんだよ。タスマニアンデビルほどこうワイドにこうならない、もうちょっとタイトにこう動くルアーでね、そんなのをね、キャスティングでも、あるいはレイクトローリングでもよく使ったな。いやだからさ、こういうのってね、まあ今これちょっと開けるけどさ、これ開くかな、開くか。でね、当時のさプラグってさ、ここにそう入ったでしょ。入ってたカタログとかさ、こういうのがちょっと封入されてて、取説的なもんとかね。でこれをさ、いいっすねそれ。コンサイスの英和辞典で訳してな。もうチャッピーとかないですからね。そうよ、そうだよ。
翻訳機能が今はね、いくらでもあれだけど、でまたその釣り用語ってちょっと特別だからさ、よくわかんねえんだよ。よくわかんないですね。ウォーキングザドッグってどういうことよみたいなね、なんか犬がうろちょろするように動きますみたいなことですよね。でしょ。はい。ドッグウォークってわかんないですよね。わかんないよ。確かについてたその説明書的なやつ。ついてたよね。あとラパロのやつとか何枚か集めるとナイフくれるとかありましたよね。ラパラナイフ。ラパラナイフ。あれよく切れるんだよね。またこれも話それますけどね。そう。ラパラナイフあった懐かしいですね。もう多分ねラパラナイフだけで1話作れると思う。作れますね。ラパラナイフ何本もあるよ。いいですねラパラナイフ。で絶対錆びさせないようにして保管してある。いいですね。だって今でも使えるんだもんだって。ニジマスオルストにあれ以上のものはない。ないですね。さすがフィンランド。ね。そんなのがあったりとかさ。ストームとかもさ、やっぱり中に入ってて、俺さウイグルアートあんじゃん。ストームの。ストーム、はい。あれさサスペンドタイプが出るのよ。ね。で鉛をこう貼って自分でチューニングしてくださいに後年なってくる。要するに、水の比重ってまあ地域で違いますしね。違うし、で個体差があるじゃん、ルアーにも。なるほどね。だから後年になって90年代になってくると自分でチューニングしてください、貼ってくださいになるんだよ。でね、その前はサスペンドって言って売ったのよ、ウイグルアートが。で俺はそれを買って使ってたんだけど、それが北浦でえらい釣れると。ね、ところがさサスペンドがやっぱりよくて使い続けてなくなっちゃったの。ね、で今鉛を貼ってチューニングしてください、新しいモデルが出てるけど、本社にストームにね昔の以前のねオリジナルでサスペンドするやつ残ってないですかって言って俺手紙書いたんだよ。したらストームから送ってきた。すごい。ただでだよ。当時の話だよ。ストームから日本でね弊社の製品を使ってくださってありがとうございますってストームの帽子とそれから古い方の、ウイグルアートをある意味ストームからさこの段ボールが届いてなんだろうと思って開けてみたら入っててちゃんと令状が入ってた。当時嬉しかった。粋ですね。びっくりした。それはだからね90年代だよな。90年代の中頃かな、終わり頃かななあと思う。だからもうかれこれね30年も前の話だけど、そうこんなことがあった。ストームね懐かしいですね。なんかそういう昔のルアーのさねコンサイスの英和辞典で訳すもそうだけどさ、なんか昔のそういうことって思い出にすごくこう強く残ってるよね。残りますよね。確かにな。釣れそうで釣れなかったっていうのかな。ハイロアブの懐かしい可変リップ。ハイアンドロー。こうなんでハイロかっていうところリップがこう動くんだよね。なんかあれですね。後に大和さんがコピー的なの出しましたね。出したね。コネリー。大和のコネリー。ね。俺は使いこなせなかったな。ハイロ結構ありますね。パンキーシート。よくこんなバランスの悪いね作るの難しいルアーだからそれがいいんですよ多分ね。時々これ変な平打ちじゃないですか。バランス崩して。今見るとでも本当にどれもこれも味があるなと思ってさ。人間の直感でねなんか形を作ったんだろうなっていうのがいいですよね。そうだよね。当時はやっぱ。まあタックルボックス1個開けるとですね。あんだけあるからね。だいぶ楽しみですね。もうこの先海のルアーもね、そうですね。多分出てくると思うし、海のルアーだと今度多岐にわたるでしょ。そうですね。回遊魚からシーバスから
根魚から GT からセールフィッシュまで、はい、まあありとあらゆるものを釣ったので、そいつらの試行錯誤がそこに詰まってるな。まあ、タックルボックスいいですね、まあこの匂いが伝えられないのだけがちょっと心残りですが、はい、まあ、皆さん想像していただいて、皆さんもちょっと実家のにそうだよね、埋まってるタックルボックスの匂い嗅いでほしいですねちょっとドキドキしますよね。いや開けてなきゃないほど、年月が経っては経つほどすごい香りがすごい香りになりますね。かぐわしい、もう特にフラホッパー、バズベイト、あの辺はやばい気がします、ね、はい、この辺りでね、はい、ブラッシュポッパーとかね、はい、スパターバグとかね、スパターバジ、はい、ね、その辺りだよね。皆さんじゃあ実家に帰って、はい、これから夏休みが、ね、近いのかな。そうか、はい、帰省した時にね、時に、はい、息子と共に開けるっていうね。父ちゃん臭い青春は臭かったってことですよってな感じでした。菅原正史の物語は、山木商店、綾子姉さん、アル工房、 ATFC、 大井邦彦様、小野正史様、金井タイル、カムパネラ、北丸、サザンブルー、シークロ、タコ足、調布の屋敷、司総研、テル、トド様、羽生拓也様、レストラン&バーバモノス、ミニラ様、ラグーン。以上の仲間の提供でお送りしました。